クレオスの316番ですね。FS17875 FS のナンバーのちょっと若干通常の、今の白に比べて若干こうクリーム色っぽいっていうかね、うろ覚え、僕の記憶は当てにならないんで、ちゃんと塗装図をね、塗装図を見ながら白くしていく。裏側とあとはラダーと、それから水平尾翼も上下かな、上下だね。もう塗っていきます。いやー、でもう10月の今日は20何日かな、10月25日、早いものですっかり秋、すっかり秋なのかな、どうなんだろう。表の森の方見るとまだそんなにこの辺は紅葉は来てないんですけどね。結構広葉樹が多いんで、周りが真っ赤っかになると思います。針葉樹、松、杉は全くないですね、この辺。もう野生のままの。日本って割と杉の木植林してあるところが多いので、杉の木で覆い尽くされた山って割とあるんですけど、そういうとこは紅葉はないですね。ここはそういった植林するような山ではないんで、非常に低い町の中の山ですからね。町の中というか町の外れというか、この間までセミがもうほんと1週間2週間ぐらい前までかな、セミがまだ鳴いてましたけど、今はもうセミもいなくなりましたね。うちの玄関もね、夜になるとヤモリがね、毎晩何匹か玄関のガラスにくっついてたんですけど、彼らも来なくなりました。では塗っていきます。こんな感じのところにこんな感じで色をのせていくと、あんまり塗っちゃうと真っ白になっちゃうんで、ほんのわずかにまだら模様が残るように。ちょっと前の方ね、パネルがちっちゃくて塗りにくいんですけど、で 0.2 ミリ 0.3 でもいいと思うんですけどね、ムラになるように塗っていくんですよ。でパネルライン黒いじゃないですか、プレシェーディングってことで、これより美容感が分かりやすいかな。これでね、これでこのプレシェーディングで黒く残ってるところ、で僕はあんまり極端には残したくないですよ。できればギリギリまでこう持っていきたい。あんまりパネルとパネルの色が違うのはおかしいので、ここはある程度調整が効く程度
塗ればいいのかなとは思いますけどね。ここもリベットがうっとうしいんで、あまり避けては塗れないですから。じゃあレドームからかな。だいたい白にしろよ。これ分かりにくいっちゃ分かりにくいんだけどね。この辺下塗り分けラインなんで、もうちょい上まで、こんなもんまでかけとけばいいかな。こんなもんまで。で、さっきの水平尾翼と同じく暗く残したいところをわずかに避けて、この少し見えるか見えないかで、この黒っぽいのが、黒っぽいっていうかグレーっぽいっていうか、できる範囲でもうちょい白くしたいかな。ちょっと広くして、ニードルを引き気味にして全体の明度を上げていくと。全体の明度を上げるわけですから、若干黒っぽく残ってるところは残りますからね、グレーっぽく。全体の明度を上げるのが一番最後にいい感じでいいと思うんだけどな。乾いたらもう一回チェックして乾くとね、様子が変わるんで。要は機種の下、レドームの下はこれで上がりの色なんですよ。これでね。これの上がりの色でいいかどうか、それを今決めないといけないんで、もうちょっと白くしようかなって場合は、もうちょっと塗らなきゃいけないです。この辺りはプロみたいな。またあんまりスカスカでもダメですけど、濡れてねじゃダメですけど、こういう細い細かいパネルなんかやっぱり 0.3 じゃ厳しいかもしれないですね。うまくそのフレッシュシェーディングを生かす、フレッシュシェーディングをどこまで潰すか、どのぐらい残してどのぐらい潰すかっていうのはちょっと 0.2 じゃないと難しいかもしれないです。下塗り塗ったじゃないですか。黒に白い線で、この下塗りの方ですね。それよりも時間はかかるかもしれないですね。めっちゃ疲れるわ。目がやばいです。目がしぼしぼになっちゃう。今ここやってるみたいにリベットのとこだけね、ほんの少し
綺麗っぽくしておきたいんで、だからこのリベットのモールドがあるところはこの白は塗膜が若干薄くなってる絶対じゃないですけど、絶対じゃないですか。なんとなくです、なんとなく。でもね、あれですね、涙目になってきて、まあ眼性疲労ですね。瞬きはできるだけするようにしてるんですけど、集中しちゃうんでどうしても眼性疲労っぽくなっちゃう。で、涙目ですね、涙目、いわゆる。はい、では上面の方塗っていくんですけどね、これ、忘れてたとこがいて、ここのアンテナ、四脚収納庫の後ろのアンテナですね。これ取り付けておけばよかったなぁと。まあでもパイロンとかもねついてないんで、まあこのキットでここに極端な隙間ってまずちょっと考えにくいですから、このまま進めちゃいます。まあ、パイロンとかくっつけるときに、変速くっつけるときにくっつけてやればいいかなと。まあこの状態でベタッ、この結構長めなんですよ。だからベタッと置いちゃえばね、折っちゃう可能性もあるんで、それは言い訳ですけど、本当はね、パイロンなんかもくっつけて仮面塗りたかったなーっていうのがあります。ただこのファントムについてくるパイロン、僕使うのは何型？エッジ型じゃねえや、クロス型のパイロンを使うので、当然そのパイロン上っ面は色塗れないですからね。じゃあ上面の方塗っていきますか。上面使う色はあれですよ、ガルグレイ、プレウスのこの11番のガルグレイですね。これを使って塗っていこうと思います。じゃあガルグレイを塗っていきます。あ、ちょっと待って、まあいいや。まあこんな感じでね、フラペロンだけマスキングしました。上下の塗り分けはもうフリーハンドでいっちゃいます。そんなにくっきりした塗り分けではないので、こんなもんかな。でやっぱ下と同じようにパネルラインを細く残しながら、まあ下はこんな感じですよね。だからプレシェーディングをはっきり残すんじゃなく、プレシェーディングをどうやってこう隠しながらというか調整しながら、パネルラインの周りがこう黒く塗り残してあるじゃないですか。これをこう細吹きでこう徐々に細くしていくっていうのかな。まあ微妙にその黒は残るはずなんですけどね、やっぱり前からいっちゃうんだよね。前から、まあ塗りやすい方向でいいと思うんですけど、塗り分けのラインがだいたいこのパネルラインなので、
前からがいいのかな。グレーにグレーなんで見えないっすよ。濡れてんのかね。ちょっと濃いね。キューって音したんで、やっぱりちょっと濃い。キューって音がしたんで。そうだ、前のもやもや塗りのところでちょっとこれを多分言ってなかったさっき動画編集しててと思ったんですけど、ボタン押すじゃないですか。引かないでね、ニードル引かないでボタン押すじゃないですか。この段階でまだ柔らかいんです。でちょっと10秒ぐらい押しっぱなしにすると一番円圧が低いところで止まるんで、その状態でこうニードルを引いてってやると、これ今まだシャンバーっていうか中で残ってる塗料があるんで、まだ濃いめのがね、ちょっとそれを出し切っちゃって、まだ濃いかもしれない。これはちょっと今混ぜてなかったかな。この辺ですね。こんなもんだと思う。ギュッと押して5秒ぐらいかな。でスッと引いていくと、でもうここで濡れてるはずなんだけども、まだ出ないってことはまだ濃いかもしれない。相当薄くしないとダメですね。もう何パーセント薄くしたとか全然わかんないです。こうなってくるとね、もうほとんどシナーだと思います。ただまあ薄くなりすぎれば当然色が乗らないんで、その時はちょこっと塗料を足すしかないんですけど、塗料をプラスしていく方が難しいですからね。シナーを多く加えていく方が簡単ですから。どうかな。こんなもんかな。こんなもんですね。でこれで塗っていくと、で左手に塗料が乗ってるとまずいので、まあとりあえずどっから行こう。このパネルから塗るのが塗りやすいと思うんだけどな。塗り分けのラインだけ先に出したいんですけど、こんなとこかな。なんかまだピッピいってるな。エア圧をちょっと上げるか。あまり上げるとねバッといっちゃうんです。それがね、あとは下の
マーブル模様、もやもや塗り、どれぐらいどのようにして隠していくかですよね。これぐらいが限界かな。これよりもうちょいのせれるかな。うわ、今塗ったここのパネルよりも濃くはしたくないですよ、これ以上は。であとは若干そのパネルラインのタッチアップのとこもほんの少し入れてみたいような気もするので、そこがこれよりも一段階明るい色を使うかもしれない。候補がもう315番あたりかな、かなり白いんですけど、それを使うかもしれないです。じゃあまたあとは画面と同じことをやるだけなので、とりあえずね、これ全体で全体をこの基本色で塗ってから、そのタッチアップとか配色とか含めてね。でまあ今塗り分けのところはもう本当にこれ下からこう上に向かって吹いてやれば下には回らないんで。ただ今やってるこのインテーク上から塗るときはちょっと気をつけないと下に塗料がぶわっといっちゃうので、まあ、場合によってはマスキングが必要かもしれない。こんだけ細く描いてってるんで、まあ、多分大丈夫ですけどね。下よりも仮面よりも疲れるなこれは。色がね、ちょっと下地のこの黒と白で作った色とは違う色なんで、でもなんとなく目が慣れてきた。目が慣れてくればこっちのもんですよ。これがもうちょい上かな。グレーシールド黒く塗り分けてるとこもね、ちょっとただここのパネルラインで塗り分けられてるんで、レッドオムに関してはちょっとその線を描いてやって、その辺り濡れてればいいのかなと。でちょっと乾かしてやって、もうちょっとこう綺麗にしたいなって場合はこの間言ってたみたいにちょっと広めにして少しずつレイヤーを重ねていけばいいですから。これぐらいかな、自分的には。また何か思いつくことあったらカメラを回しましょう。一旦カメラ止めますね。これ黒はどこ？この辺から逃げていいんだな。
背面パネルレンのパネルということは、ここあたりまで、この辺まで塗っとけばいいか。もう黒いとこはね、真っ黒血気になるんで、さすがにその背面のソリッドブラック塗ってあるところで退色はちょっと考えにくいですから、まあ、実際起きてると思いますけどね、厳密に言えば。あとインテーク弁の上ね、上下、ここはこっち側から塗れば外側に塗料は回らないですから、内側からしっかり塗っておいたらいいですよね。そうするとね、僕がティッと見えないんだよね。どんな感じで塗ってるかっていうのをね、ここ塗ってみますか。ここ体がカメラに当たるとカメラ揺れると思うんですけど、それは我慢して塗り抜き。だから少しずつ、まあリベットのラインにしても、ちょっと今終わっちゃったかな。パネルラインにしてもちょっとずつ今パネルラインが来てるよね。グレーシェーディングを少しずつ消していくような。でパネルラインは線として出したいんですよ。でリベットのとこは点線として点線として残したいんですよ。点線として残んない。まあほんのわずかにこんな感じ、これぐらいかな。こんな感じで塗ってます。こんな感じでね。こんな感じかな。でまあこことここと今塗ったとこはちょっと色味が違うんで、ちょっと広めにしてふわっとこのグレーを今塗ったところにかけていくと。でこう塗ってると、今これ塗り始めてどうだろう、他のこともやってたけれども2時間ぐらい、2時間ぐらいやってるねこれは。まあマスキングも入れてね。そうするとさすがにやっぱり疲れてくるんですよ。でまあ体を動かす作業ではないんですけど、昔現場の仕事してたじゃないですか、コーチング屋さんを。そうするとやっぱりね、ああいう体を動かして作業したり、こういう物事に集中して
これも手を動かす、指を動かすという作業なんで、ある意味肉体労働なのかな。そうすると要は疲れてくるってことですね。で2時間おきに休憩を取りましょうよってことですよ。人間のその集中力っていうのはだいたい2時間ぐらい、2時間ごとに10分15分の休憩をしながらっていうのがいいらしいですね。やっぱり現場なんかでも8時からラジオ体操始めて、10時に休憩ありますからね。10時に休憩が入って15分ぐらいかな、あれが。で12時お昼までやって、お昼休み1時間休憩、1時から作業を再開して3時に休憩時間があって、で5時までお仕事と。だからね、こういう作業もだいたい2時間ぐらいに一服はした方がいいと思うんですよ。はい、塗り終わりましたね。大変でした。何日かかっただろう。目の具合もねあんまり良くなかったんで日数かかっちゃいましたね。ただ後半になると結構慣れてきて、パッパカパッパカと右半分はかなり早く塗り終わりました。でただ一点ね、間違い探しまたおっちゃんなんかやらかした。今回この3つのデカールですね、3種類のデカールで、一番下のチャージャーズにしたいんですよ。B のサンダウナーズもね好きなんですけど、ステンシルを貼りたいですよ。でチャージャーズ選択したんですけど、間違い探しの時間です。これよく覚えといてね、チャージャーズ。これですね。ファントム作ったことある人であればわかると思うんですけどね。はい、正解です。本当にここのアンテナですね、アンテナ。ここのアンテナ。ほら長いアンテナがない。どういうことかというと、最初ねこれ折ったなと思ったんですよ。折ったなと思ったんですけど、そのアンテナの根っこが妙に綺麗なんですよ。ということは俺間違えちゃってね、 A は切り取ってくださいと。何を考えてたんだか A にしちゃったんですよね。で A だと今度他の部分で多分ねっていうのが出てくると思うんですよね。他のは C でやってるんで、洗濯部品っていうかね、切ってくださいとか穴を開けてくださいとかで、 A の塗装あんまり好きじゃないんで、アンテナ切っちゃったから多分ね捨てたはずです。これはね簡単な形なんでね、プラ板ですくってやればいいでしょう。で今どの程度まで塗るかで、今これライトのすぐ下に持ってきてるんで、かなり反射、光が
塗料の奥まで入って、で下の色を上にまた持ち上げてきてる反射光ですね、その影響があってかなり実際で見るよりも多分ムラは強く見えると思います。実際に見ても多少のムラはやっぱり当然出てるんですよ。ここは黒く塗るとこだから塗料はあんまりつけてないですけどね、反対側塗っちゃったんですけど、ちょっとこの機体の横あたりが若干薄いかなって感じもしますけど、この後ウェザリングしていけば多分分からなくなっちゃうと思います。なので、今回この辺りまでかな、時間的に。で、次回は機体のその他の塗装ですね。このフラペロンはマスキングして、この下白ですからね、マスキングしてあるんですけど、他の部分の塗り分け、チャージャーズなら、垂直尾翼からこう両側に黒い太い線がガーッと機種先端まで走るわけですよ。でそのマスキング後はね、塗装の指示でこの78番とかそういうグレーのデカール、これはウォークウェイになるのかな、ウォークウェイでもないのかな、このグレーを、塗装でやります。その辺りですかね。それじゃあ、今回は機体の基本塗装でした。裏はもっとムラムラってしてるよ裏もうちょっとこういうふっく塗った方がよかったかな。こんなもんかな。それではまた。こうか。